やったのだ。新規開店はワクワクするのだ。そうですね。当店は激辛スープカレーが売りですのだ。カレーならお任せですよ。辛いのだ。辛い。カレ1日で閉店なのだ。そんななのだ。カピバラが裏山から取ってきた草を食べてくれないのだ。まず裏山からの草やめませんか？今日も頑張って2週間分の草を採取してきたのだ。で、どんどんしおれていくんですよね。カピバラさんにずんだ持ち上げるのだ。カピバラの喉に詰まっちゃうのだ。やめるのだ。でも草じゃ元気出ないのだ。ちっちゃもんちゃんの言う通りですよ。そもそもカピバラは熱帯動物なんです。果物とかあげるのがいいんじゃないですか？そもそもカピバラはペットじゃないのだ。通勤手段なのだ。燃料コストは安く上げないといけないのだ。そもそもなんでカピバラさんでお仕事行くのだ。そうですよ。メタンさんにバイク買ってもらったじゃないですか。中東情勢が厳しい中で燃料を買うお金なんてないのだ。文句はイランに言うのだ。3時間かかってもカピバラに乗るのが正しい選択なのだ。そうですかね。絶対違うのだ。近所の会社に転職しましょうよ。カピバラも当たり前のように15連勤で酷使されてかわいそうです。紬は分かってないのだ。そもそも今の企業も最初は近所の事業所だったのだ。社会人は転勤に文句を言えないのだ。就職初日に辞令が出て2日目から今のところで働いてるのだ。時給400円で残業代、深夜手当、休日勤務手当、社保なしで2日目で通勤時間3時間の営業所に転勤はブラックすぎません？だからってカピバラさんをずっと歩かせるのは良くないのだ。そうですよ先輩。ちっちゃもんちゃんの言う通りですよ。おまけに枯れた葉っぱで3時間歩けって。文句はホルムズ海峡に嫌いをばらまいたイランの革命防衛隊に言うのだ。僕は悪くないのだ。いやその前に会社に文句を言うべきですって。そういえばなんでこのズンツムスクールではちっちゃもんちゃんがたくさん出てくるんでしたっけ？いい質問なのだ。おちびについて今日は語るのだ。待ってました先輩。まずそもそも僕は公式だと一応ベースは1人だけしかいないのだ。右京さんの漫画だと分身できる設定でしたが、あれは公認漫画であって公式設定じゃないですしね。そもそも右京さんの漫画もずんちゃんと一緒とずんだもんテレビで設定違うしね。で、そういう観点から見ると僕は1人しかいないというのが一時設定だけど、ニコニコや YouTube におけるソフトウェアトークではそうでもないのだ。いくつかの動画では坂本アヒル式ずんだもん PSD たちへとノンタオ式ずんだもん PSD たちへは別のキャラとして扱われることが多いのだ。ノンタオ式ずんだもん PSD たちへは公式にもノンタオ式ずんだもんのほかちっちゃずんだもんにというものがあるのだ。1もあるんですねその名前だと。たまに見かけるけど2の方が人気なので多くの場合ちっちゃずんだもんというと2の方を指すのだ。僕のなのだ。同じノンタオ式ちっちゃずんだもんにでもキャラ付けは異なっていて、幼児キャラずんだもんとは別種、ずんだもんの幼体亜種といろいろいるのだ。で、基本的にズンツムスクールではこのちっちゃずんだもんにの概念に感銘を受けて通常ずんだもんの幼体という形で描かれているのだ。つまりちっちゃもんちゃんが成長したら先輩と同じで普通のずんだもんになると。そうなのだ。赤ちゃんずんだもん、ちっちゃずんだもん、ずんだもんは成長過程で変わっていく存在になっていて、ただ中年、老人ずんだもんは登場していないのだ。成長がそこで止まると、実際には僕たちにも誕生の概念がある以上は寿命の概念はあるはずだけど、いわゆるずんだもん解説で出てくるおじいちゃんずんだもんは登場していないのだ。そこまで学と扱いが難しいからとか？多分そうだと思うのだ。実際ずんだもん解説では坂本アヒルずんだもんが僕は50歳の男の子とか言ってるケースもあるから見た目が変わらないってことにしたんだと思うのだ。公式設定は女の子だしズンツムスクールの設定では不明ってことになってますけどね。すやすやなのだ。見た目は通常ずんだもんと変わらず小さいだけの存在だけど扱いも変わってて、遭遇する不憫度合いがマイルドになりやすいという性質があるのだ。まあ幼児キャラが青年キャラと同レベルの不憫な目にあったら虐待ですからね。後海外の人には分かりづらいけど、全ての発話内容がひらがなとか幼いってことを明確に示してるんですね。声にも違いがあるのだ。通常ずんだもんはボイスボックスの発話速度を 1.2 倍にしただけなのだ。このズンツムスクールのボイスボックスキャラクターは全員ボイスボックスの発話速度を 1.2 倍にしてますよね。でもちっちゃずんだもんはノーマルが 1.32 倍、
涙目が 1.25 倍とそれぞれのスタイルで発話速度も違うし、ピッチやスケールもいじられるなどボイスボックスの他のキャラクターと異なる処理になっているのだ。全部バラバラなんですね。今後もちっちゃずんだもんをよろしくなのだ。ちなみにボイボ寮に住んでいるのは一人で他の子は別の場所に住んでいる設定で、アーシはちっちゃもんちゃん、先輩はおちびと呼んでます。びしょびしょで寒々なのだ。カバンの中身はビニール袋で覆っておいたのだ。正直リモートワークにしてほしいのだ。寒いのだ。寒いのだ。湿気で暑くてたまんねえな。エアコンの温度下げるか。これじゃ仕事にならないのだ。回路を探してるのだ。あいにく在庫がほとんどないのだ。品揃えが悪すぎるのだ。今6月なのだ。無茶言わないでほしいのだ。お願いなのだ。持っている回路をちょうだいなのだ。お金は払うのだ。いや、先輩、さすがに冬に回路なんて使い切っちゃいましたよ。というか今先輩に必要なのは冷却ジェルシートかと。むしろ冷えちゃうのだ。オフィスが寒々で風邪ひいちゃうのだ。紬はあんたにもう風邪ひいてるって言ってるのよ。まったく、職場変えたら、とにかく明日は欠勤連絡しておくから。休んだら給料減るのだ。お願いなのだ、つむぎ。明日からの10ブレンキングだけでも回路をちょうだいなのだ。メタンさんに同意です。体調が戻ったら朗希に行きましょう。先輩。ハウ先生ようこそ。今日からハウ先生にこのずんだもち病院を立て直していただきます。立て直すって言っても僕は何をすればいいのでしょう？看護師だったのに気がつけば医師免許まで取らされましたが。優秀でよかったです。まずは現状を見てください。ここが一旦の医師、看護師の仮眠室です。ベッドが足りてないじゃないですか。ハウ先生は専用の宿直室があるのでご安心を。逆に申し訳ないです。あと私はロボなんで仮眠必要ないです。充電入りますよね。ここが一旦の医師、看護師の食堂です。立ち食い者出てるじゃないですか。それに見目がつろう。ハウ先生には仕出し弁当がしっかり出ますのでご安心を。もし出前漏れがあっても私がパパッと作るか最悪コンビニに買い出しに出ます。同僚の皆さんはカップ麺なのに。ちょっと待ってください。白衣やスクラブ塗ったりしてませんか？たまに汚されてしまう時ありますよね。病院ですからね。まず速やかにバイオハザードになり得る部分は切り落とし、残りを当て布にします。全部捨ててください。感染症対策の観点から大問題です。それがここの白衣やスクラブ医師の給料から天引きなんでみんな捨てたがらないんですよね。まずどこか無駄を削減してここに当ててください。ちなみにここが上級医師の部屋ですね。未だにこういうところあるんだ。あれ若い先生無理に笑ってますよね。あるんですよね。大体経営難の病院って年功序列による無駄だってハウ先生もわかってますよね。私若い側なんですけどどうやって立て直すんですかこれ。とりあえず手術や診療の評価などを導入していくしかないかと。絶対一人だけじゃ足りないですよ。ちなみに私よくセクハラされます。ハウ先生私より可愛いのでご注意を。もう僕不安です。ずんだ製麺のそうめん買ってきたのだ。茹でるのだ。どうしたんですか先輩？このそうめん、ちょっと太いのだ。これそうめんじゃないのだ。冷麦なのだ。騙されたのだ。1.3mm 以下はそうめん。1.3mm 以上。1.7mm 未満は冷麦。1.7mm 以上はうどんと決まっているのだ。食品表示法の食品表示基準で決まっているのだ。そうめんと冷麦とうどんってそういう基準で分かれてたんですか？見るのだおまわりさん。1.3mm 以上なのだ。これそうめんじゃないのだ。これは悪質なのだ。冷麦なのだ。いやいや、なんでずんだ製麺のお店におまわりさんまで呼んでいるんですか？重要なのだ。あわわ。お許しくださいなのだ。そうめんと冷麦間違えたら前科つくんですか？まあ一応通常は業務改善命令出てから改善しなかった場合なのだけど、調べたら以前にも指摘されて業務改善命令出てたのだ。機械が古くて太くなっちゃうのだ。なら冷麦として売るのだ。そうめんの方が冷麦より売れるのだ。悪質なのだ。日本に生まれて18年。全くそうめんと冷麦の違い気にしたことなかった。あ、つむぎちゃん。一般人が間違えて茹でたり飲食店で手延べ麺をうっかり書き間違えたりで捕まったりはしないわよ。あ、そうなんですね。そもそも手延べ麺をノギスでいちいち測ってたら怖いでしょ。あくまで食品表示法はメーカーに課せられるものなのだ。夏はやっぱりそうめんなのだ。
暑くなったあんたも涼しくなったかしら？そうめんと冷麦の違いに熱くなることはあるんだ。私はクールビュッティなのでうどんも冷やしで食べますけどね。第三勢力まで現れちゃった。お菓子ばっかり食べてちゃダメですよ。厳しいのだ。残量ばかりじゃダメですよ。厳しいのだ。ハウさん弾んだ持ち病院を立て直すためにこっちに来たのよね。はい。経営難の病院の立て直しのために、まさか看護師だけじゃなく医師免許まで取ることになると思いませんでしたが。私が医師になるのも考えたのですが、同医師たちを納得させるには生身の人間の経営者にも医師の資格が必要かと AI で導き出しました。ということでボイボ寮の健康も一緒に担当しますね。今ややなのだ。気がかりがないと働けないのだ。先輩、ちっちゃもんちゃん。早速反逆しちゃハンさん困っちゃいますよ。職場でも小児科患者にピーマンや人参を食べさせるために試行錯誤したり、同僚のずんだもん医師、看護師のエナドリを禁止しようとして大反発を食らったりしてます。お医者さんや看護師さんもエナドリを。ずんだもん医師、看護師はエナドリを禁止しても私の目に隠れて飲もうとするんです。医者の不養生もいいところです。あんなんじゃ患者さんの担当がポンポン変わっちゃいます。一方で上級の人間の老医師たちは経費の無駄遣い、パワハラ、セクハラ、モラハラ、薬や備品の横流しといったお困りのフルコースですよ。イベルメクチンやマンジャロが不定期に在庫数ずれるんですよね。体もベタベタ触られますし。あの病院でそんなことが。そっか、ボイボ寮の皆さんも当院をかかりつけにしてるんですもんね。おかげでストレスが溜まってしょっちゅう二郎系ラーメン食べちゃうんですよ。一番体にダメなやつじゃないですか。ずんだもん医師、看護師のカップ麺よりは野菜多いので。これは野菜のうちに入りません。先輩たちに見られたらどうするんですか？どうしたんですか先輩？わからないのだ。なんか涙が出てくるのだ。起こして悪かったのだ。明日は無事出勤だからすぐ寝るのだ。いや、明日の出勤は取りやめにしましょう。お仕事しないとお金が。いえ、先輩明らかにストレスでやられてます。仕事は弁護士さん入れてきっちり退職代理しましょう。やめたら寮費が。そんなこと言ってる場合ですか？ずんだもん、お前は明らかに疲れている。そもそもこのところ錬金ばっかりだったじゃないですか。仕事ならバイトでも何でもいいじゃない。あそこ正社員でいるメリットあった？やめられないのだ。退職届はすぐ破られるし、有給も時期変更刑法無限列車編なのだ。違法しかない。退職だ。は？ふざけるな。本人出世。はっきり言うけど出れる状況じゃありませんわ。ずっと泣いてますわ。これからずんだもんには病院に向かわせます。そちらには改めて弁護士の先生からご連絡いたしますわ。弁護士だと。ハウちゃん、忙しいでしょ。そちらの患者さんはこっちで見るよ。いえ、セクハラ先生こそお忙しいでしょうし大丈夫です。さあ先輩こちらの診療室に。僕はどこも悪くないのだ。心のない私が言うのもあれですが、先輩は心が壊れてます。パワハラ部長がきっと怒ってるのだ。仕事に向かうのだ。メタンさんが連絡してますし、流星さんは弁護士さんに相談しています。先輩は療養に専念しましょう。俺と一緒に専業化しないか。ずんだもんは専業で食えるだろでも、僕定時に起きられないかもしれないのだ。う。だから専業の方がいいんじゃねえか。メタンもなんで仕事してたんだって言ってたぞ。休んでいいのだ。そもそも週休5日の安定した生活がもらえないなら正社員のメリット皆無だろうが。確かに。考える時間すらなかったのか。遊びに行くのだ。今日は猛暑日なのだ。お家にいるのだ。やだなのだ。あっこら待つのだ。振り切って逃げてきたのだ。みんなで鬼ごっこするのだ。賛成なのだ。暑くて喉乾いてきたのだ。フラフラなのだ。でもお小遣いじゃジュースが買えないのだ。ジュースが欲しいのかい？おじさんたちの車に乗ったらジュースあげるよ。さあさあ乗りなさい。わーいなのだ。まずい、おちびたちが。ということで熱中症でフラフラになりかけた挙句闇バイトどもに誘拐されかけたのを保護したのだ。なんで殺が1から10までおバカなのだ。知らない人についていくなって言ったのだ。ごめんなさいなのだ。ということでおちびたちのためにずん、大手で大量に水筒を買ってきたのだ。行動力が高い。ですが、お水だけじゃ脱水症状は防げませんよ。麦茶を作り置きしたり、塩飴を用意しておきましょう。うちのおちびの分はともかく、よそのおちびたちの分までとなるとお金が。とりあえずこっちもお金出しますよ。
私電気さえあればいいので。できるのだ。すぐに助けてなのだ。どうしたんですか先輩。なんで謎の緑色の砂だか粉だかに首元まですっぽり埋まってるんですか。実はさっき少し前。へへへ、実は私今日誕生日なんですよ。おめでとうなのだ。で、私ってこの子を抱きしめてないと見た人の服を砂にしちゃうじゃないですか。そのぬいぐるみが重要なのは知ってるのだ。今日は誕生日なので、この子でもパワーが抑えきれず。ちょっと待つのだウサギ。ウサギ。僕やずんだドンさんや知らないおじさんの服が砂になっていったのだ。でも埋もれてるのは先輩だけですよね。ずんだドンさんは恥ずかしがることもなくどこかの家にご飯を食べに行ったのだ。そして知らないおじさんは掘り返されて警察に連行されていったのだ。先輩は放置されちゃったんですね。ニコニコの人はフォロー、いいねを。YouTube の人はチャンネル登録、高評価をお願いしますのだ。Amazon 欲しいものリストも投稿者コメントにあるので応援お願いします。